こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。梅雨の沖縄はまさに南国でした。一日中雨が降り続くのではなく、激しく降ったり止んだりを繰り返し、いろんな姿を見せてくれました。雨の元部港を出発したフェリーは行きと同じく4つの島に立ち寄り、その間に梅雨前線をくぐり抜け25時間かけて鹿児島新港に戻ってきました。ここからは本州に近づく梅雨前線と競争しながらの旅が始まります。さて今回の旅、初めはこんなルートを想定してたんですが、天気予報を見つつ絶対寄りたい場所を選び直すとだいぶシンプルになりました。九州では阿蘇由布岳から回って熊本、長崎、そして長崎の生月島で夕日を見ながらキャンプしたいし、中国地方では広島で市電に乗ったり資料館にも行きたい。だからまず今晩は別府で一泊しようという考えです。ではラウンドジャパンツーリング7日目からお送りします。今日は桜島がはっきり見えます。これがでかくてたまらんですよね。今日は JAXA 内之浦宇宙観測場に行ってから北上するつもりなので、あの可愛いフェリーに乗り換えて桜島に向かいます。マリックスラインはマルエフェリーより船体が新しくて超快適でした。この沖縄に行くフェリーはもう体験する価値大ありです。ぜひ乗ってみてください。鹿児島新港から桜島フェリーターミナルには北へ1キロほど移動します。この桜島フェリー、日中だと20分ごとで、夜も1時間に1本24時間運行する定期便なんですよ。でそのまま乗り込んで料金後払いです。案内はあまり濡れないからか特に固定はされませんでした。で乗船時間はわずか15分ですが、矢吹金さんという立ち食いうどん屋さんがあって、いいお出汁の香りに誘われちゃうんですよね。うまいんですよこれが。
てきましたね。 JAXA 内之浦宇宙観測所っていうのは国産初の人工衛星の大隅っていうやつとか、サンプルリターンを成功させた小惑星探査機のはやぶさ、あれを打ち上げたところなんですよね。内之浦宇宙観測所来ました。これを首から下げて見学行きたいと思います。ロケットといえばH2A とかね、種子島から打ち上げてるやつ、あれはね液体燃料ロケットなんですけど、ここは固体燃料ロケットを打ち上げていて、今はイプシロンロケットっていうやつの施設があります。パラボラアンテナとかこういう通信用のアンテナってアンテナの勉強をしたことがあるんで、ちょっとドキドキワクワクします。ここにははやぶさを打ち上げたミュー5ロケットの実物大模型が展示されています。後ろに見える建物は最新のイプシロンロケットの組み立て棟で、この右側こちらが発射塔、向こう側に青白の壁がありますけど、あそこが開いて打ち上げランチャーが出てくるみたいですね。はい、模型で見るとこんな感じです。でこの模型、こちらの施設の宇宙科学資料館の展示物なんですが、故障中。はい、こちらにも模型ありますけども、はい、故障中。大変残念なんですけど、資料館の方は昭和の時代から時が止まっていて、写真もこんなに色あせちゃって、データ処理装置の説明とかもありますけど、博物館にあるようなものが出てきて、おそらく当時から更新されてないんだと思います。 JAXA はね、お金ないって言われますけど、見学料を取っても資料館の内容は新しくしてほしいですね。志布志湾の端っこの沖合にある人工の島、志布志国家石油備蓄基地です。ここは国内消費量の9日分の石油が備蓄されているそうですが、25年ぐらい前に来た時は地図にも載ってなくて、直接タンクが見えてました。今は木々で隠れてます。これが九州を旅するライダーの聖地、志布志市役所志布志支所です。あれ合ってる？まあそんな感じです。日南海岸国定公園にある、道の駅フェニックスのところに来てます。ここは荻野洗濯板で有名なところですね。で、道の駅はこっちなんですけど、昔来た時はね、これ道の駅でも何でもなくて、潰れたドライブインでした。機体はね、このままだったと思いますけど、今もやっぱりね、お客さんそんなに多くないみたいで、今17時ぐらいなんですけど、この時間でもう閉まってます。だいぶ編成が知れて面白かったです。
おはようございます。山並ハイウェイに来てます。由布岳はめっちゃ綺麗に見えてます。今日結構もうすでに気温高くて、空気中の湿度も高いんでだいぶ霞んで見えますけど、なんか条件がいいと雲海が見えたり、海がどっちかなこっちかな海が見えたりとかするそうなんで、そういう時期にまた来れたらいいなと思います。今日はこれから大観峰に行って阿蘇をぐるっと回って、で、防虫野営場とかキャンプとかして過ごそうかなと思います。
お腹が空いたところで道の駅があったので寄ってみました。道の駅遊ぼうの里釘の道の駅の名前温泉施設的なのはやめませんかねモンベルショップがありました。ここは雄大な阿蘇を眺めながら遊んだり食事できます。美味しそうなお稲荷さんがあったので日陰のウッドデッキでいただいてみました。船形でお揚げが出汁がしみしみでとても美味しかったです。この辺は水源が豊富で白川を挟んだ向かい側の南阿蘇水の生まれる里白水高原駅という無人駅があったので行ってみました。もうあちこちから水の流れる音が聞こえてくるんですよね。熊本地震で長らく営業が停止されてたそうなんですけど、2023年7月から再開されているようです。駅の名前が長いことでも有名みたいですね。駅舎の中でベンチで外国人観光客が昼寝してました。せっかくなので近くの水源で水を汲んでおきます。この池の川水源を含む南阿蘇村の湧水群は環境省選定の平成の名水100選にも選ばれているそうで、この日も水を汲みに来ている人が車が何台か来ていました。池の川水源の水いただいてみました。柔らかくて美味しいです。関東で飲むよりもすごい柔らかいのがとても実感できます。こうやって今汲みに来ていらっしゃる方とかいらして、こういう水源がこの辺には何か所もあるみたいですね。この日は阿蘇山公園有料道路が通行止めだからか三条広場はお客さんちょっと少ない感じでした。でも草千里の方は外国人観光客も多くて賑わってました。草千里といえば1979年から10年ごとにバイクが集まる撮影イベントがあるんですよね。それちょっと有名で次は2029年なんですけど、ぜひ参加してみたいと思ってます。阿蘇山一帯はトレッキングして過ごすのも楽しそうですよね。いつかそんな旅もしてみたいなと思います。
さて今晩はパノラマラインを JR 阿蘇駅側の方に回って降りてって、途中に道中野営場っていうところがあるので、そこでキャンプしてみたいと思います。この旅で初めてのキャンプでちょっと楽しみです。ではまた次の動画で。